西暦2049年、火星の空はいつもどこか寂しげに霞んでいる。太陽は地球の半分ほどの大きさで赤茶けた大地を鈍く照らしていた。この日、探査ミッション、アテナ4の乗員たちは火星赤道近くのエリシウム平原で奇妙な地形に出会う。人工物、それは自然とは明らかに違う幾何学的な線だった。交差する六角形、まるで何かの記号のように地面に刻まれていた。主任調査員のノーラは直感した。これは偶然じゃない。火星の下に何かがある。ドローンが展開され、赤い砂を掘り進めていく。数分後、空気の響きが変わった。掘削の先に空洞。それは地中に眠る扉の音だった。赤い塵が舞い、姿を現したのは石造りの見事に整った六角形の門。その表面には風、星、目、円形の惑星、まるでこの星に刻まれた古代の神話のような図像が並んでいた。誰が、いつ、どうやって？誰も答えを持っていない。やがて、隊員たちは扉に近づく。静かにその扉が開いた。中は、息を飲むほどに広い。高い天井、冷えた空気、整然と並ぶ石柱と回廊、そして、壁面に掘られた影たち。二足歩行の生命体、火を囲む群れ、空を見上げる姿。それは、かつて火星に文明が存在していたことを何よりも雄弁に物語っていた。誰かがここにいた。そして、この場所が発見される日を確かに待っていた。ホールの奥には高さ2メートルの石碑が立っていた。その足元、床に埋まるようにしてひっそりと置かれていたもの。透明な結晶の球体。手のひらに収まるほどの大きさ。だが、それはただの石ではなかった。ノーラがそっと触れると、わずかに砂が落ち、床に反射した光が揺らいだ。静かな共鳴音。誰かの声にならない記憶が確かにそこに存在していた。それはまるで、この星のかつての住人がこう告げているようだった。見つけてくれてありがとう。それはどこまでも静かな瞬間だった。けれど、ノーラたちはすぐに気づいた。そこには、ただの鉱物にはない意図が宿っていた。球体を調査室へ持ち帰った夜。照明を落とすと、球体の内部がほんのりと発光を始めた。規則的に明滅する光。まるで、呼吸しているように。最初は誰もが、偶然の現象だと思っていた。しかし、その瞬間、何もない空間に光の粒がふわりと浮かび始めた。空気が震え、低い共鳴音が室内を包む。そして次の瞬間、それは現れた。赤い空。高くそびえる塔。その下を歩く二足歩行の知的生命体たち。それは映像ではなかった。まるで過去の風景が今この空間に再現されたような臨場感だった。彼らは言葉を話していた。けれど、その音は伝わってこない。ただ、視線と動き、身振りで会話のようなものが交わされていた。あるものは塔の上から星を見上げ、あるものは球体に似た装置に手をかざし、あるものは地図のようなものに円を描く青い星を示していた。地球。彼らが目指したのは間違いなくあの星だった。ノーラは思わず手を口元に当てた。彼らは地球に行ったんじゃない。帰ろうとしていたのかもしれない。映像の最後には塔の地下に数機の細長い船が格納されていた。その船には模様が刻まれていた。回転する渦、火のマーク、そして人の手のひらの形。共に旅する者として記憶を託された印。やがて光は収束し、球体の中に再び沈んでいった。まるでまた次の問いを待っているかのように。
調査員たちは言葉を失いながら、その場に立ち尽くしていた。それは、単なる記録ではなかった。彼らは、この記憶球に、未来の誰かが見ることを前提として残したのだ。つまり、発見されることを知っていた。ノーラは静かに、球体に指先をそっと当てた。じゃあ、私たちは、あの星の子孫なの？だとすれば、地球とは、起源ではなく、目的地だったのかもしれない。映像は消えた。しかし、記憶は、誰の中にも、深く、焼き付いていた。火星の記憶球が映し出したのは、美しい都市と、崩壊する空と、そして青い惑星へ向けて旅立つ者たちの姿だった。その青い星。それは、私たちの星、地球。誰かが口にした。偶然じゃない。あれは明確に地球を示していた。調査チームは、地球と火星の文明的類似点の分析に乗り出す。遺跡に刻まれた模様。記録球に映っていた建築様式。その一つ一つが、地球の古代文明と不気味なほど一致していた。シュメールの心臓。マヤの石壁に描かれた渦の記号。エジプトの空を指さす神官のレリーフ。地球最古の文明の記憶と火星の記録球の映像は、どこかで繋がっていた。だが、誰もそれに気づこうとしなかっただけ。ノーラは、基地のデータ端末に向かってつぶやく。この文明の記号、私たちはそれをただの神話だと片付けてきた。でも、きっと、それは思い出させないための物語だったのよ。私たちは地球で生まれたんじゃない。あそこに戻ったの。言葉にした瞬間、チームの空気が変わった。それは、希望とも恐怖ともつかない感情だった。もしも人類が火星から来たのだとすれば、地球とは何だったのだろう。最初の星ではなく、逃れた先、あるいは第二のふるさと。そしてもう一つの疑問が生まれる。火星にこれほどの文明があったのなら、なぜ、地球にはその記録がないのか。文明が故意に痕跡を消したのか。それとも、誰かが地球では語ってはならないと判断したのか。ノーラは、再び記憶球を手に取る。だが、今は沈黙している。語りかけるでもなく、ただ静かに佇んでいる。まるでこう言っているかのように。答えは、まだ先にある。火星の空は変わらない。しかし、ノーラたちの中で何かが確かに変わり始めていた。彼らはすでに探査ではなく回想をしていたのだ。それは人類が自らの起源を思い出すための旅だった。かつて火星を離れた者たちが目指した星。それは私たちが今当たり前のように生きているこの場所。地球だった。だが、あの記憶球は問いかけている。それは到達の記録ではなく、到達までの過程をなぜか語ろうとはしなかった。なぜ彼らは脱出の詳細を省き、ただ青い星を見上げる姿だけを残したのか。それを確かめるために、調査チームは記憶球のさらなる解析に着手した。球体に埋め込まれた鉱物層には、映像だけでなく、航行ログのようなデータ列が眠っていたのだ。それは、現在の太陽系座標系とは異なる、独自の空間基準で記録された、いわば火星文明による航行方位図だった。その中に、美的は大きく描かれた渦があった。太陽と火星の中間ではなく、火星と地球の中間に一度立ち寄る場所が存在していた。データによれば、そこは静止線移転時間の流れが緩やかになり、外部との干渉を最小限に抑えられる領域。一部の科学者たちは驚いた。それは偶然にも、月軌道、ラグランジュポイント、L4L5 と一致していたのだ。つまり彼らは、直接地球に降りたのではなかった。まずは月の裏側に集合し、地球の環境を観測調整していた可能性が高まった。ではその時、
彼らは地球をどう見ていたのか。記憶級に残された最後の断片。それは、火星文明の長が地球を見つめながらこう語る姿だった。この星は、我らには少しはかすぎる。けれど、目はある。我らが残した記録が、やがてこの地で花を咲かせるなら、それでよい。彼らは未来のために来たのだ。自分たちのためではなく、次に生まれる何かのために。つまり、地球とは救いの地であると同時に、託された星だったのかもしれない。ノーラは言った。私たちは火星の終わりを見ているんじゃない。彼らの希望の投影を見ているのよ。それは旅の終わりではなかった。むしろ、文明の種まきだったのだ。彼らが地球に残したもの。それは建築でも、科学でもない。記憶と、遺伝子と、文化という種だった。それは、偶然ではなかった。火星に残された遺体から採取された繊維片。砂に埋もれて数千年を経たというのに、そこにはかすかな DNA が残っていた。科学者たちは慎重に分析を進めた。解析にかかったのは、わずか72時間。だが、その結果は、研究チーム全員の言葉を奪った。99.3%。それが、現代人類のミトコンドリア DNA と一致した割合だった。つまり、火星で眠っていた、あの誰かと、今この地球に生きる私たちは、同じ母系のルーツを持っていたのだ。火星人と地球人。その境界線は、思っていたよりも、ずっと曖昧だった。研究主任のルカス博士は、静かにこう言った。我々は火星人ではない。けれど彼らの続きではあるのかもしれない。ノーラは、記憶球の前に立っていた。彼女は知っていた。あの球体に映った人々の瞳に、どこか見覚えがあったのだ。驚きも、恐れも、絶望もそして、その奥に宿る、何かを残そうとする意志。それは、どこかで彼女たち自身と似ていた。火星の記憶と地球の遺伝子。それらが示しているのは、たった一つの事実。地球人類は火星文明の記憶媒体だったということ。文明は記録を残さなかった。石も金属も書物もやがて朽ちていく。だからこそ、彼らは選んだのだ。生命そのものに記憶を託すことを。遺伝子に、文化の種を、血の中に、物語の断片を。そしてそれが、やがて形を変えて芽吹くことを信じて。ノーラは、一つの仮説を口にする。もし、私たちの古代神話が実際に見たことのない風景を、なぜか懐かしいと感じるのだとしたら、それは、私たちがかつて見た風景を、どこかで覚えているからじゃない。人類の無意識に眠る故郷の記憶。赤い空。六角の門。見上げた星々。それらはすべて火星で語られた物語の名残だったのかもしれない。そう思うと、この星、地球が今までとは違って見えた。私たちは、この星に生まれたのではない。この星に残された存在なのかもしれない。火星の風は、もう吹いていなかった。砂は止まり、空は鈍く、遺跡の石は、ただ静かに時を刻んでいた。まるで星そのものが、深い眠りに入っていたかのように。だが、その沈黙は、完全なものではなかった。記憶級に残されていた映像の断片。それは都市でもなく、旅でもなく、一つの装置の起動シーケンスだった。球体の再生が進むにつれ、ホログラムの中に現れたのは、岩肌に埋め込まれた、巨大な構造体。塔のようでもあり、根のようにも見える、その装置は、火星の大気を再構成するための、環境調整機構だった。彼ら、かつての火星人たちは、地球へと旅立つ前に、火星そのものをもう一度生き返らせようとしていたのだ。だが計画は途中で止まっていた。記録の最後には、
短い言葉だけが刻まれていた。この星が再び目覚めるとき、我らの記憶を受け継いだ者が戻ってくることを願う。そして今、装置の奥にある核に、わずかな熱反応の兆しが観測された。環境は確かに、わずかずつだが、変化を始めていたのだ。酸素濃度、二酸化炭素の比率、大気の循環微量データ。それらは、誰の手も触れずに、再起動の初期段階に入っていた。ノーラは、再び記憶球に問いかけるように見つめた。これは偶然じゃない。私たちが来たから、この星が動き出したのよ。この星は、戻ってくることを前提に作られていた。つまり、地球は仮の住処であり、火星こそが最初に選ばれた地だったのではないか。人類が持つ基礎本能。なぜ誰もが、空を見上げるたび、赤く光るあの点に惹かれるのか。それは、私たちの記憶の底に、確かにこの空が眠っているからなのかもしれない。やがて映像の最後に、火星の大地に刻まれた巨大な文様が映し出される。それは、数百キロにわたる規模の目の形だった。見ている。そして、見つけに来てくれることを信じていた。この星は、ただ滅んだのではない。意志を持って眠っていた。そして今、記憶を継いだ人類が再び火星を歩く。それは偶然の探査ではない。遠く、火星の地平線がゆっくりと明るんでいく。それは太陽ではなかった。地球だった。青く、小さく、けれど確かに光っている星。人類は、その星をふるさとと呼んできた。だが今、火星の地で過去を知った者たちは、その意味を、静かに、根底から揺さぶられていた。地球は、帰る場所だったのか。それとも生かされた場所だったのか。タレスステーションの中では、決定の時が迫っていた。国際火星協議団は、地球帰還か、火星常駐か、分岐の判断を求めてきた。地球のメディアは、火星人の子孫説をロマンと語り、一部の科学者は、それを陰謀論と切り捨てた。だが、記憶球が語ったものは、どんな反論よりも圧倒的に静かで、揺るぎない真実だった。ノーラは、最後の通信レポートを打ち込みながらつぶやく。私たちは、星をまたいで旅をした。でも、本当に動いていたのは、私たちじゃない。記憶の方だったのかもしれない。機関船は、準備を整えていた。燃料も、酸素も、乗員も揃っている。地球へ帰ることはできる。それは、技術の問題ではなかった。問いは一つだけ。帰るべきは、どちらの星なのか？それぞれの隊員が、自らの中に答えを探す。ある者は、家族の待つ地球へ。ある者は、火星の大地にまだ語られていない物語を感じて残ることを選ぶ。ノーラの決断は、静かだった。彼女は球体を手に取り、薄く光る遺跡の中央に戻した。球体は、まるでそれを知っていたかのように、最後のかすかな共鳴音を響かせた。火星は、再び眠りにつこうとしている。けれど、今度は一人ではない。地球と火星。二つの星にまたがる記憶は、これからも人類の選択によって書き加えられていく。私たちは、進化してきたのではない。ずっと戻る場所を探し続けていたのかもしれない。その帰り道の途中に、地球があり、火星がある。そして、今この瞬間もなお、誰かがまたその続きを記そうとしている。火星の夜明け。地平線の向こうに、青く光る地球。そして遺跡の前に残された記憶球が、わずかに輝きを返す。ここは終わりではない。ここからが、記憶の始まりだ。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。